はい、それでは監視とログの話、その2を始めます。こちらですね、その1、まだ、ご覧になってないという方がいらっしゃいましたら、そちらが前提の話もちょっとありますので、ぜひ一度ご覧いただければと思います。で自己紹介とですね、広告については同じですので、省略します。前回のあらすじですが、まず SRE というのはモニタリングのする生き物だよという話をしまして、継続は最初からやりましょうという話をしました。で、この結果としてですね、データが溢れますよねというところで、前回は、終わっております。で、その続きを、こちらの方でやろうと思います。従いまして、本日のゴールとしては、すっきりさせましょうと。で、それを使うためには道具が必要ですよねというふうなお話をしたいと思います。で、アジェンダですが、一つはまず溢れる問題、これについてお話しします。それからそれに対して、2つの解決策として、ご紹介をしようと思っています。でそれにまつわるお話として、Tips と注意点ですね。これをちょっと修正いたします。で、面積事項等も変更ありませんが、今回ここでお話しする監視というのはモニタリングのことだということを、繰り返してちょっとご紹介しておきます。詳細はその1の方をご覧になっていただければと思います。では、溢れる問題に早速入りたいと思います。なぜ溢れるかっていうのは、前回からの引き継ぐんですけれども、そもそもマイクロサービスの世の中において、取得する対象のリソースが妨害になりました。で、それに対応して、取得する側、こちらの方リソースも向上しております。なので、大量のデータが発生して、それを扱うことができるようになった。でしかもそれを長期間にわたって、収集していきたい。でデータのコンテキストも大切にするというふうな傾向がありますので、一つ一つのデータももちろん増えてきます。流度も上がってきてますので、それはデータもログも溢れますよねというのは当然の流れかなと思います。で、溢れたらどうなるかといいますか、それこそ過観測性に関わる問題だなというふうに思ってます。見通しが悪い大量のデータがあるだけでは、これは過観測がいいとはとても言えません。で、じゃあそれを見えるようにして一個一個アラートを設定していくかとなると、それは昔からある狼少年問題を発生させるだけですので、そもそも溢れるのがやっぱり好ましくない状況だと言えると思います。じゃあこれどう解決しましょうかというので、解決策その1として、工夫の話をします。頑張るというのは頭から除外しましょう。何かを工夫して、継続できる体制に持っていくこと。で、こうしないと意味がありません。数値をいくつか見て、それを自分の頭の中で計算したりですとか、大量に来るメールでこれは見なくていい、これは見るとか、フィルターをかけたりですね。そういったことをすると、やっぱりその能力は俗人化してしまいます。対応できる人が、スケールもしませんし、判断が恣意的になってしまいますので、やっぱりこれはよろしくないというのが状況としてあると思います。で、その、工夫の一つとして、代表値で捉えましょうというのをまずお話ししたいと思います。要はですね、システムを、個々のシステムの一つずつのリソースの値を見たり、傾向を見たりというわけではなくて、その全体を、サイト全体の傾向をつかむところから始めましょうというのが、この代表値で捉えるという話の肝になります。SLI の話ですとか SLO の話とかですね、その1でもちょっと話した内容と、重複はするんですが、例えば、オートスケーリンググループ全体でこう見たりですね、またフロントエンド監視を見たりですとか、そういった形で、システム全体を表す、指標を見つけて、それに対して監視しましょうというのが、この、提案になります。ちなみに代表値という、言い方をしましたけれど、これは別に新しい概念とかそういうわけではなくてですね、ロードアベレージというのは馴染みのある単語かと思うんですけども、これも私は代表値の一つだと思ってます。要は、単位時間あたりの実行待ち行列、それと IO 待ち行列、でこちらを合わせて、どのくらいの待ち行列が発生しているかというのを表現したものがロードアベレージなんですけれども、これはCPU 利用率とか、IO とかを個々見てるわけじゃないんですね。で、システムで待ちが多いということは、つまり、負荷が高くなっている状態だろうという形で、最初にアラートを上げるための値となっています。で、これが高いということは、じゃあその原因はと見ていって、CPU 利用率だったりですとか、IO レートだったりですとか、そういったものをドリルダウンしていけば良いということですね。でちなみに今はこの分散システムが前線になってますので、それだとシステム一個一個のローダベージ見ても、実はあまり役に立たないところもあるんですが、これをですね、オートスケーリングのトリガーだったりですとか、障害予兆などで使ったりですとかね、使いどころはまだある数値かなと思ってます。
続いてフロントエンド監視のお話をしたいと思います。まずフロントエンド監視と一言言いますけれども、大きく2つの種類のものがありまして、1つはシンセティック監視、合成監視ですね。それからもう1つがリアルユーザーモニタリング、リアルユーザー監視と言われるものです。でこれらは実際にアクセスを発生して、またはその発生したアクセスに着目して、その時にサイト全体でどのような挙動があったかといったものを APM で付き合わせて全体を把握しましょうというふうな動作になります。で、リアルユーザーモニタリングについては、これはもちろんユーザーが見たものがそのまま監視データになりますので、ユーザーがどこを見ているかとか、どこでつまずいたかっていうのが分かりますし、見たいんだけどなかなかユーザーがアクセスしてくれないところは、合成監視でシンセティック監視を使って、監視をしたりですとか、あとはユーザーがそもそも気づく前に気づきたいよねという意味でシンセティック監視を使ったりですとか、そういった使い分けが発生すると思います。まとめるとこうですね、細かいところをですね、ご説明してもいいんですけども、いいブログがありますので、これぜひ、ご参照いただければと思います。でちなみにですね、シンセティック監視って聞いて、これ外形監視だよね、リアルモニター監視って Google アナリティクスでしょっていうふうな言われることも、これ非常に多いんですけれども、やってることですとか動作はすごく似通っているので、混同されるというか、同一されるのも仕方ないのかなと思うんですけれども、その目的は違うんですね。で、外形監視は、外部からの監視というのはなってますけれども、基本的にはこれブラックボックス監視ですし、一方でシンセティック監視というのは、アクセスをしたことによるシステムの挙動を見るものですので、これはホワイトボックス監視に分類されます。そんな感じで、やってることは似ている、よく似たことをしているんだけども、その目的が違うので、イコールではないというふうに私は思っています。これは諸説あるかなという感じもしますので、そういった意見もあるというふうに捉えていただければと思います。さて、APDEX、AppDEX の話をしたいと思います。で、こちらは、これも代表値と言っていいと思います。アプリケーションパフォーマンスインデックスの略なんですね。これを使っているのはニューレイクが代表かなと思うんですけれども、要はお客様がサイトに満足しているかどうか、こういったものをレスポンスの速度を使って代表値として計測しているものです。コンテンツの中身がどうこうっていうのは、とりあえず別問題として置いておいて、応答が遅かったらきっと不満に思うよねというふうな前提のものです。で、こういった形でですね、捉えにくい抽象的な、フェイラーモードがあったとして、で、これを現実的な SLI に置き換えて計測していくと。こういった観点も大切なものかなと思います。続いて、統計で捉えるというふうなお話をしたいと思います。これは数字をね、一つ一つ見るわけではなくて、数値の意味を取り出すということで、いろんな、統計だったりですとか、数値、解析ですとか、そういったものを使って、やりましょうと、可視化してあげましょうというものがあります。で例えば最近の例ですと、COVID-19 で、1日の感染者数の伸びですね、一個一個数値を見ていって、これ増えてるんだか、減り出したんだか分かるのかなっていう話があったときに、じゃあ1週間の移動平均で見ましょうという話があって、で今の、東京のサイトですとか、そういうところにはこういった数値が出てきている、表示されているようになりました。そういった形でですね、一個一個の、伸びですとか、数値の値を見るのではなくて、全体の傾向を表すためとして、移動平均などの数値解析が用いられると。そういうふうに、見ていただければと思います。で、監視システムですね、非常に計算能力が上がってますので、これを毎分ですとか、秒単位で動かしても、ちゃんと追随するようになったんですね。昔は、最大値、最小値を出すのが、せいぜい平均値がせいぜいだったと思うんですけれども、で今はこういった複雑な数値解析をすることも、実用的になっているというふうにそういうふうな背景があると捉えていただければと思います。こちらはですね、それを一歩進めまして、動的な地域値設定も可能となっています。統計手法を利用して、そもそも固定した値を超えたからアラートを上げるというわけではなくて、全体の傾向を見ながら、ここはちょっと傾向から外れてるからという形でアラートを上げましょうという形ですね。これいろんな言われ方をしてますけれども、外れ値検知、アウトライヤーディテクションでしたりですとか、振る舞い検知、アノマリーディテクションですとか、そういったふうな言われ方をしています。これは数値を、式値をですね、監視
やっていくとどんどん見直しましょうというふうな話もあるんですが、それを自動的に機械学習ですとか統計手法でやっていくので、非常に有効な手かなというふうに思ってます。でもう一個、代表値として、重要な観点としてビジネス KPI ですね。こちらもそのサイトの価値そのものを表している値ですので、ぜひモニタリングする対象に加えてあげてほしいと思います。で、このビジネス KPI はエンジニアだけじゃなくて、政治層といいましょうか、そのサービスを提供する側の人たちも非常に気になるものですので、こういったものを可視化していくことで、チーム全体で値を共有化できると。ということが可能になるのかなと思います。これいい事例がありましたので、この後ほど、紹介したいと思います。さて、工夫でカバーその3ですね。可視化についての話をしたいと思います。先ほどの代表値や統計値もそうなんですけれども、可視化というのは単純にグラフ化するというだけではなくて、このデータにどんな意味があるのかを明らかにするというふうな側面があるかと思います。で、集めたデータは単なる情報ですね。で、これを分類したり統計取ったりして、で、図示することでそれを明確にするという面もあると思います。これ最近機械学習とかも勉強すると出てくるものですので、ご存知の方も多いかなと思うんですけども、要はこの左にあるような数列を見るだけだと、この1群、2群、3群、4群、それぞれどんな傾向を持っているかわからないし、これを平均したりですね、数値解析すると似たような傾向を出してしまうので、同じようなものなのかなと思ってみたところ、実際にプロットしてみれば、この右側の図のように、全然それぞれが違う傾向を示していたと。そういったことを分かりやすく表現するためのものですね。ちゃんとこうやった形で図示することで非常に分かりやすくなるというふうなことがあると思います。こういった形でデータの可視化というのは何も監視だけの話ではなくていろんなところで使われてますので、ぜひいろいろ調べてみてですね、やってみてほしいと思うんですけども、主なメリットとしてはこういった3つがあるかなと思います。現状の把握ですとか、オープンに業務の効率を上げたりですとか、トレンドの動向が得られるということですね。その4として、その他の工夫をちょっとお話ししたいと思いますが、まずですね、効率を上げる、そもそも、見るものと見ないものを分けるってことですね。そういったことをやっていくと良いかなと思います。で、明らかに見なくていいものはいいと取る必要はないと思うんですけども、見ないものも取っておいておくと後々に有効になる、または分析する材料として使えるという形ですので、溢れると言っておいて、あれもいらないこれもいらないと言って削ぎ落としてしまうのはあまりよろしくないのかなと思います。見なくていいものは通知はしなくてよいと思うんですね。なのでどんどん保存はしていきましょう。でそれで必要なものを解析して、例えば合計値を出してもいいですし、で解析した結果として、見るべき数値だけを見ていけば、すっきりしていくのではないかなというふうに思います。ここでですね、これその1でもちょっとご紹介したところなんですけども、ログの重要度をこうやって分類をして、これは見るべきログだったりですとか、これは見なくていいんだけども取っておきましょうですとか、そういったことをやりましたというブログがあります。なので、こういった形で、各チームでですね、必要なものと必要じゃないものを分けていくとよろしいのかなというふうに思います。さてですね、これ、じゃあデータ取りました、検知しました。で、誰に通知しましょうという話ですね。その1でも少しお話ししましたけれども、人間に通知するんであれば、直接 ITS ですとかチャットに監視システムから投げてもらった方が初動が絶対早くなるというのは分かりやすいんではないかなと思います。メールで受け取ってもそれをですね、ペタってコピペして貼り付けたりですとか、そういうところって無駄ですよね。なので、こういった工夫はぜひやっていくと良いかなと思います。それから人間じゃなくて機械に通知するという観点で、考えてみるのも良いかと思います。自動復旧できるんだったらそれに越したことはないというのが最近の流れでもあると思います。で、気づかなければ障害ではないというふうに割り切るのは大切かなと思っていまして、ただですね、逆にそうとは言っても見なきゃいけないでしょっていうんであれば、じゃあそれはそういうふうな SLI として定義すればいいですよねというふうに思います。見る必要があるものを見るなとは絶対言いませんので、見るべきものと見なくていいものを、きっちり判断して、つきましょうというのが良いのかなと思います。一番良くないのは、とりあえず担当者全員にメール出しておきましょうとか、そういうやつですね。それは避けた方が良いと思ってます。さて、今度はこれどこまで細かく求めるかというのを、一回ちょっとお話ししたいんですけど、これは、そもそも集めすぎてはいないよねっていうところから考えてみたいと思います。例えば
O としてですね、1秒単位で、SLO を設定してしまいましたとなった場合ですが、そうすると1秒未満の間隔でデータを集めなきゃいけなくなってしまうんですね。で、そこまでの精度本当に必要ですかというのはぜひ考えてみてほしいと思います。このシャノンの定理、標本化定理というのもありますが、細かいデータを測りたいんだったら、それよりも細かいデータを収集しなきゃいけないというのは、普遍的な定理かなと思います。で、私はこの話をするときにですね、よく海岸線の長さを測りましょうという例を出すんですが、例えば、物差しが例えば 1km、要は1キロ単位で海岸線を測るとですね、地図で見ると入り江とか岬がどうも測れてなさそうに見えるんですね。当然ですけれども、1キロの長さでこんな岬があったとしても、それは測れないですよね。じゃあということで、これスケールを10分の1にして100メートルの物差しを使うと。で、これで測っていくと、あれ、今度は岩肌がいろいろあったな。岩がゴツゴツしてるけど、これの長さは測んなくていいのかなっていうふうに思えてくる。で、このスケールをどんどん短くしていくと、今まで測れてないと思っていたものがどんどん出てくるんですね。で、それを測ろうと思ってどんどん細かくしていくと、じゃあ砂粒まで測るんですかみたいな話。またはそもそもこれ海岸だから波動いてますよね。潮が満ち引きしますよね。どこまで測る意味があるんですかって、そのうちポッとこう気づくと思うんですよ。つまりですね、どこまで測るのかっていうのを意味をつけるのが SLI であり SLO だというふうに思います。なので、これはどこまでを、考えれば十分なのかっていうのをうまく十分に考えた上で設定していくといいかなというふうに思います。さてですね、ここまで、工夫の話をこうしてきましたが、やっぱり運用でカバーって辛いですよね。ツールで解決したくなりますよねっていう話をちょっとしたいと思います。で、ここで言いますツールというのは、別にソフトウェアですとか、新しい機械ですとか、そういっただけではなくて、メソッドですとか、ベストプラクティスみたいなものもツールの一つだなというふうに思ってます。いわゆる巨人の肩の上に立つというやつですね。先人の偉大な知恵を積極的に借りていきましょうという話をちょっとしたいと思います。ダッシュボードですとか、AIOps、MLOps、カオスエンジニアリング、そして SARS。で、こういったものをちょっとご紹介していきたいと思います。まずダッシュボードです。ダッシュボードなんて普通にあるじゃんっていう、思われるかもしれないですけども、最近のモニタリングツールはダッシュボードのカスタマイズにいろいろ対応してます。で、そもそもダッシュボードというのは、単純な可視化ですとか視覚化ですとか、そういったものだけではなくて、その時に必要なグラフや情報をひとまとめにして一覧して、この重要な要点を抽出して一目で分かるように視覚化したものというところが重要なのかなと思います。で、このダッシュボードもやっぱり対象と役割が変化すれば、どんどんこの形態も変わっていくものですよね。で、こちら今写真で貼ったのはですね、左はこれスペースシャトルです。で、スペースシャトルは1980年に開発されて、2000年にこうやってちょっとアップグレードしてるんですけれども、当時のスペースシャトルは人も運ぶ、物も運ぶ。で、貨物室にはロボットのアームもある。で、帰ってくるときには飛行機みたいに滑空する。という形で非常に複雑な動作が必要とされたシステムでした。で、今年の5月ですね、皆さんご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけども、スペース X 社のクルードラゴンがその有人の打ち上げを成功させたんですけれども、その時のダッシュボードはこれです。クルードラゴンは人を運ぶことに特化してます。ですので、もちろん技術の進化もあるんですけれども、こうやってやることが変わったので、最適なダッシュボードも変わるということですね。で、最近の例ですと、ニューリックの製品の中で、ニューリック1の中でプログラマブルダッシュボードという機能があります。これはリアクトのコンポーネントを使って独自のダッシュボードを細かく作成できると。Web のフロントエンドを作成できるという形になっています。単純にパネルをこう貼ったり動かしたりっていうだけじゃなくて、細かくこうやって作ることができるというふうなことで最近の例かなと思います。で、そこまでいかなくてもですね、これはマカレルの事例です。先ほどご説明しますというふうに、ビジネス KPI のご説明しますといったところなんですけれども、こちらはこのマカレルのダッシュボードを使って、このビジネス KPI をうまく表示しているというものですね。でこうすることで、各チームが、共通の情報にアクセスできるようになったというふうなことで、いいインタビュー記事だなというふうに思ってますので、ぜひご一読いただければなと思います。さて、AIOps、MLOps ですね。これはもう最近の、流れといいましょうか、流行りだと思うんですけれども、機械学習によるパターン認識ですか、分類で、
監視データを振り分けたりして、利用者にリコメンドしたりっていうことをやろうとしています。多くのところでは、予測検知ですとか、ノイズの軽減、トリアージですね。それから、この障害が起きたときには、障害の原因、ルート構図としてはこういったものがあるんではないかというふうなサジェストですとか、そういったことをしてくれます。先ほど、ご説明しました動的な式位置の話でもありましたように、そういったものも、AI が活躍しているところです。で、ここはですね、適用分野がどんどん増えていっているところですので、プレイヤーも続々登場してますので、ぜひウォッチしていってほしいなと思います。次にですね、ツールというと、ちょっと景色も変わってくるかと思うんですけれども、ゲームデー、それからカオスエンジニアリングにもついても、ちょっとここでお話ししたいと思います。まずゲームデーという名前聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけれども、あるシチュエーションを設定して本番さながらの環境を用意します。でそこで、被害のスケールです、備えですとかスキルがうまく回るかどうかを測るものですね。またはそれを競技化したもので、この競技の方が皆さんの馴染みが深いものかもしれないんですけれども、実際にはこういったものをゲームデーと言ってます。衝突実験ですとか消防訓練のようなものかなというふうに思ってます。そしてこれをですね、定常的に、定期的だったり不定期的だったりすると思うんですけれども、そういったものを日常的に行っているものが、カオスエンジニアリングというふうに定義できると思います。これはその訓練を予告なしに抜き打ちで行うようなものですね。ですので、基本的には、自動化されていることが前提になるかなと思うんですけれども、運用担当チームがちゃんと対応できるか、マニュアル通りに動けるかどうかですとか、そういった自動対処やリカバリの機能がちゃんと動くかどうかですとか、そういったものを、判断することができるようになると思っています。でこういったツールはですね、デザインフォーフューラーというのが、今の原則であります。で、こちらがちゃんと動いているかどうかを、測るためのツールだというふうに捉えることが可能かなと思います。すべてのものは障害を起こしますので、制御された範囲でちょっとわざと壊してみて、で想定の範囲内で収まって何事もなかったかのように動き続ける。そういった理想の状態にちゃんとなっているかどうかっていうことを測るのが、ゲームデーだったり、カオスエンジニアリングだったりするんだなと思ってます。でもちろんこれをですね、ちゃんと見るためには、監視ができてないと、ちゃんと治ったかどうかがわからないですね。なので、弊社の方もですね、ニューレックさんの方と組みまして、いろいろこういったことをやろうとしていますので、続報とか、期待して待っていていただければなと思います。さてですね、SARS の話に入ろうと思います。オンプレの監視ツールいっぱいあるんですけれども、なんでここで SARS を、ご紹介するかというと、もう SARS 運用ツールのシステムを運用することっていうのは、業務の本筋とどのくらい近いですか、または離れてますかということを考えてほしいと思ってます。そちらの方に、運用、外部に委託できるのが、SARS だよというふうに捉えていただけると、SARS を入れると、楽になるということが分かるんじゃないかなと思います。で、誤解してほしくないのはですね、SARS 入れたからといって、頑張らなくて良いというわけではないですね、残念ながら。これは頑張るところが変わるだけだというふうに思います。つまり、本来集中したいところに集中できるという形で、AWS が提唱している責任共有モデルのようなものですね。AWS はインフラを提供して、インフラの方をしっかり管理します。で、ユーザーさんはその上で、ご自身のサービスを、ぜひ提供してください。っていうモデルに非常に近いことになるかなと思います。で、ここでご紹介するのは主にこの4つです。クラウドウォッチとマカレル、それからニューレディック、スモーロジックですね。で、基本的に弊社で扱っているパートナー製品についてご紹介したいと思います。で、その他にもいっぱいあるわけなんですけれども、お約束としてまず使ってみるというところはお勧めしたいと思ってます。まず最初のクラウドウォッチですけれども、これはX-Ray ですとか、そういった形のものも含んでご紹介しますが、基本ですね。AWS を使う上ではこれが全ての基本になっていますので、始めるというよりは AWS 使ってたらもう始まってるぐらいの感じかなと思います。で、これで十分というケースは非常に多いかなと思ってます。機能も多いですし、かなり練られているものでもありますので、ただこれを使っていて、若干使いにくいかなとか、あとはこれは AWS 専用のものですので、マルチクラウドですとかオンプレとかも干渉する必要が出てきたときに、他のものもちょっと検討していけばいいのかなというふうな形で捉えていただければと思います。じゃあ何を使ってみましょうかというところで、クラスメソッドの方からご提案しているのが、このマカレルですね。こちらこの純国産になってますので、一番最初に
監視の SARS を使ってみるという時には楽に始められるんじゃないかなと思ってます。でそれでいて見た目ですとか、操作性も非常に良いものですので、使ってみるというところでは非常に良いかなと思ってます。で使っていくと物足りなくなるかなっていうのはあります。マカレルはインフラの監視の方にかなり寄っているシステムですので、正直 APM として使おうとすると、機能が足りなくなってくるところは否めないんですけれども、その次の一手として拡張したりですとか、他の SARS と組み合わせて使ったりですね、そういったことも可能ですので、一度ご協力いただければなと思います。で続いてニューレリックですね。こちらはプラットフォームといって非常にいいものかなと思います。もう何でも揃っているものですが、SRE が欲しいものというものが非常によく揃っているというふうに捉えていただければと思います。ラムダですとか、Kubernetes ですとか、そういったところにももちろんどんどん対応していってますので、今、可観測性の話を捉えるときには欠かせないプレイヤーかなと思います。それからスモーロジックですね。こちらはログ分析ツールというふうに紹介しますけども、基本的にはCIEM がメインの仕事となってます。で一方ですね、ラムダやKubernetes のダッシュボードもありますので、そういった用途で使うことも可能かなと思います。分析機能が非常に優秀ですので、基本的な成り立ちがCIEM という形で、セキュリティによったところもあるんですけれども、ログの分析ツールが欲しいという時には、検討してもよろしいんじゃないかなというふうに思っています。でこれらの分野をですね、ちょっとまとめてみました。クラウドウォッチですとかは基本的なところになるので、この一番下のところを見ていただければと思うんですけれども、これ、図を書かないと分かんないなと思ったんですが、書いても全てを表現できるものではないっていうのがちょっと正直なところで、各製品いろんな方向に矢印で、機能を伸ばしていますが、基本的なところはここから出発しているというところが見ていただければいいのかなと思ってます。で他の SARS ですね、こちらの方にもついてちょっと話をしたいと思いますが、よく言われるのはデータドックですね。これはもうインフラエンジニアが必要とする機能はほぼ揃ってるんじゃないかなというふうに思います。全方位で隙はないと思うんですけれども、その分非常に大きなシステムになりがちかなと思います。それ以外にも単機能に絞ったようなピングダムですとか、シグナル FX ですとか、そういったものもありますので、いろいろ見てみていただければなと思います。特に各ツールですね、機能だけで見ても、UI ですとか、あとエージェントの導入の仕方ですとか、なかなかカタログに書ききれないところもいっぱいあると思います。で、大体の SARS によっては、大体トライアルの用意があったりしますので、そういったものを利用して、いろいろ試してみて、自分たちのチームに合ったものを探していただければなと思います。もし興味のあるようなものがありましたら、ぜひデバイオとかで検索していただければなというふうに思います。さて、SARS ではないんですが、これらを語る上で押さえておきたい話を2つだけさせてください。1つがプロメテウス、プロメテウスとグラファナ、それからオープンテレメトリー、オープンメトリックス、標準化の動きですね。まずプロメテウスですけれども、これはもうオープンソースモニタリングツールとして、現在では代表格と言っていいんじゃないかなと思います。特にこのマイクロサービスですとか、モダンアプリケーションデベロップメントの分野では非常に強い、特に Kubernetes ですとか、ところでは業界標準と言っていいんじゃないかなと思います。で、これだけ勢力がありますので、データドックやニューレイク、あとクラウドウォッチもそうですけども、プロメテウス形式のメトリックに対応しますというふうな機能をどんどん出してきてます。そういう意味で、このプロメテウスの動向というのは、監視 SARS を使う上でももう無視できないところになってきていると思います。で、せっかくこれで対応していくんだなということだと思うんですけれども、オープンテレメトリーですとか、オープンメトリックみたいに、こういったものを標準化しようという動きが CNCF であります。クラウドネイティブコンピューティングファウンデーションの方で、プロメテウスもそこなんで CNCF ですけれども、ところでこういう標準化が進んでますので、こちらの方も動向を見ていただければなと思います。さて、注意点と Tips の話をちょっといくつかしたいと思います。まずですね、オープンソースの話が出たので、ついでにと言ったらあれなんですけども、ザビックスってどうなのっていう話は必ずよく出てくる話かなと思うんですけれども、もちろんまだまだ現役で進化も開発も続いてます。ザビックスがマッチするパターン、マッチするケースですとか、システムっていうのはまだまだ存在しますね。やっぱり大切なのは適材適所だなというふうのは繰り返してお伝えしているところですが、まず使ってみて、どれがマッチするのかなというのを考えてみると。
いうことを見ていくのが良いと思います。その点で SARS はやっぱり始めやすくて止めやすいなというのがあると思います。続いてですね、監視をする対象の話なんですけども、よく忘れられがちなのところに、CI/CD の環境自体の話、こちらもちゃんと監視しましょうねというのを改めて、お話ししておきたいと思います。見るべきポイントはたくさんあると思うんですよね。コンテナイメージだってそうですし、デプレにどのくらい時間かかってるかっていうのを見ていって、そこをチューニングするのも大切なことだと思いますので、こちらの方で紹介しましたブログの方に、こういった、ベストプラクティスについてのご紹介の、セッションがありましたので、こういった記事もぜひご参照いただければなと思います。それから、監視エージェントの話です。その1とかでも少し話をしたんですけれども、こういった監視エージェントがですね、コストも性能も、そもそもシステムの足を引っ張ってはあまり意味がないかなと思います。最初から入れましょうという話はしたんですけれども、そうは言っても、最後に残ったボトルネックが監視エージェントになりましたら、やっぱりそれは手をつけなきゃいけなくなるとこですよね。ですので、一つの案としては、これをサンプリングしていきましょうというふうなアイディアもあります。1個のスケーリングの、サービスが、集団があるんであれば、その一つだけにエージェントを入れて動かしましょうというふうな、こういったアイディアもありますので、ぜひ工夫していってほしいなと思います。影響の少ない組み方はって形で考えていくとですね、例えばここに Q&A 書いたんですけれども、リアルユーザーモニタリング用の JavaScript、これ、レイジーロードできないのっていうふうな話が出てくると思うんですが、これやると、じゃあ、ロードするまでの間何を監視するのって、何も監視できないよねってことになっちゃいますよね。で、それは本末転倒だなというふうに思いますので、そこも見極めつつ、で、このエージェントを入れることによって何を監視すべきなのか、何が取れることがいいのかっていうことを考えながらやるのがいいかなと思います。はい、まとめに入りたいと思います。監視システムは、守りのためではなりません。信頼性を上げるためではあるんですけれども、今のシステムやサイトをより良くするための、攻めのためのものです。これが、モニタリングということです。でそれから本来の目的に注力するためには、巨人の方に積極的に乗りましょうというのもご紹介したいと思います。で、そのためにはぜひ、弊社もですね、どんどんお手伝いしたいと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。以上、ご清聴ありがとうございました。